こんにちは、月島です。今回はリバーブとエキスパンダーを使用したドラムアレンジのゲートリバーブというテクニックについて見ていきたいと思います。目次です。ゲートリバーブのかけ方、スタジオ1のミックスバーブでゲートリバーブ、最後にまとめと次回予告です。ゲートリバーブをかけるとドラムトラックがどのような音になるのか聞いてみたいと思います。再生します。このような音になります。ゲートリバーブの考え方のイメージとしては、リバーブをかけて残響音がプラスされた音をエキスパンダーで強制的にカットします。その結果として音にインパクトと迫力が生まれる感じです。次はエキスパンダーをバイパスしてリバーブだけの音と比較してみます。再生します。ゲートリバーブをかけた方はスネアなどに勢いと迫力が生まれてどこかで聞いたことのあるドラムサウンドだと思います。そして使い方としては2通りあります。センドトラックにリバーブとエキスパンダーを挿入する方法とトラックに直接エフェクトを挿入する方法です。それではここからゲートリバーブをかける仕組みを順番に見ていきます。まずドラムの音を用意したセンドトラックに送ります。FX1 のトラックです。センド量は 0dB にしてそのままの音量を送ります。次にセンドトラックにリバーブとエキスパンダーを挿入します。間にイコライザーが入っていますが、これは私が音の調節のために入れたもので挿入しなくても大丈夫です。このまま再生するとドラムの音を線路に送ってエフェクトをかけている分音量が上がりマスタートラックのピークを超えて赤がついてしまいますので音量調整のためのバストラックを用意します。このトラックにドラムの音とセンドトラックの音が通るように設定します。そうしますとドラムの音はすべてバストラックを通ってからマスタートラックに流れる形になりますので、このバストラックでフェーダーを操作して音量調節やソロ、ミュートができるようになります。今回私は -2.5dB にフェーダーを動かしています。これで準備ができました。先ほどの音と同じですが、ゲートリバーブをかけたドラムトラックをもう一度再生します。設定が少々複雑になりますが、センドトラックを使用した方がトラックに直接エフェクトを挿入するより私は好みです。トラックに直接リバーブとエキスパンダーを挿入します。音を再生します。このような音になります。バイパスと比べながら再生してみます。ドラムのトラックに直接挿入する方法はシンプルで使いやすいですが、微調整しづらいのが難点になります。
トラックに直接挿入した場合とセンドトラックを使用した場合の違いを比較してみたいと思います。再生します。このような感じになります。リバーブの設定を変えてみたり、スネアだけにゲートリバーブをかけたりしても全然雰囲気は変わります。音の好みは人それぞれですので、楽曲に合わせて良いと思う方法を探してみると楽しいと思います。スタジオ1にはあらかじめゲートリバーブが使用できるミックスバーブというエフェクトプラグインがあります。このプラグインを見てみると真ん中にゲートという欄があり、オンにするとゲートリバーブをかけることができます。こちらもセンドトラックを使用した場合を用意してみましたので視聴してみたいと思います。まずゲートをかけないリバーブだけがかかった音を再生してみます。少し癖のあるリバーブの音だと思います。次はゲートをオンにして再生してみます。しっかりとゲートリバーブが効いています。ゲートをオンとオフで聞き比べてみたいと思います。再生します。このような感じになります。ゲートリバーブという手法は昔のものと思われがちですが、今ドラムに使用しても全然かっこよいアレンジ方法だと思います。私も電子ドラムを使用した楽曲のミックスではほとんどの曲でゲートリバーブをアレンジに使うか考えることが多いです。次回はマルチバンドコンプレッサーを見ていきたいと思います。コンプレッサーとイコライザーが合体したようなエフェクトです。このプラグインも使いこなせるとミックスのテクニックが向上すると思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。